まずマイク使うやつがほぼほぼ決まってて3種類からのセレクトにしてます。これが最高なんですっていうマイクは世の中には存在しなくて、その人の良さが出てて5% でもいい。これ言うとね、お前何様だってなるんだけど、もうラジオボイス禁止だから俺。次マイクプリ速攻で決める。マイクとかコンプのセレクトでもう一回っていうのはナンセンスです。はい、白マニア YouTube チャンネルです。ちょっと対談シリーズが続いたりもしましたが、前に結構反響のあったマイク編、ドラムベースギターとかのやつの、そういやボーカルをやってないぞと、撮ってないぞということを、に気づきまして、ボーカル編をやろうと思いますが、意外とボーカルはね、あんま話すことがエンジニア的にはそんなになくて、だってマイクも1本じゃん。だからそれを何に使うかみたいなのですぐ終わっちゃうなっていうのが個人的にあるんだけど、やっぱり知りたいっていう、うちのスタッフも知りたいっていうことなのでやってみようかなと思います。まずマイクなんですけど、もうね使うやつがほぼほぼ決まってて、今はね3種類からのセレクトにしてます。なんだけどその3種類のうちの1つはカプセルを変えれるタイプのやつなんですね。今ちょっとここにはないんだけど家にあって家のデジケーターにでかすぎて家のデジケーターにあるんですけど、ブルーのボトルっていう、ちょっと今ブルー自体がもう解散しちゃってて、なんかロジクールに買収されてちっちゃいなんか USB マイクとか作ってないから、今ブルー自体はそういういいマイクを作ってないんですけど、プロ向けのそのブルーのボトルのカプセルが全部でね14種類ぐらいある。そうなんだけど、その中で確かに無指向とか総指向とかスモールダイヤフラムとかもあるんで、実際歌に使えるのが B0 と B6 と B いくつかの3つぐらいしかなくて、それと最後の方に出た3種類のカプセルがあったんですけど、とあるモデレートしたそれは結局でもなんかいまいちパッと来なくて、その3つの中からドンシャリ系、ナチュラル系、明るい系みたいなの3つあるんで、ロックの時はドンシャリと 800G みたいな感じの質感が欲しい時とか、47っぽい質感が欲しい時とか、そういうのをよく撮ってましたね。でそれとだいたい同時にマイク立ててるんですけど、選ぶ時にこの BOC251 っていうのがあるんですが、これはねテレフンケン EDAM251 のリーシュー、ボックさんっていう人がいるんですけど、ボックさんが作ってた、今はもうね作ってないかな、今ねユニバーサルオーディオグループに一回なって、でユニバーサルオーディオから多分 BOC251 っていうのが出てるんです。ユニバーサルオーディオ251かな、出てるんで、それの前のやつですね。これはすごい好きで使ってますね。なのでまず歌取りする時はどうしたらいいかっていうのも含めて、大事なことはですね、まずマイクをちゃんとその人に合ったマイクを選ぶこと。これは大きく2つあって、その人に合った声に合ったマイクを選ぶか、楽曲に合ったマイクを選ぶか、この両方のアプローチがあります。もう例えば、僕がアシスタントをしてた時はもう自分はこのマイクで歌うっていうのも決まってるアーティストさんと、エンジニアさんと相談しながら、この曲に合うマイクは何だっていうのをこう選ぶタイプの人2種類いて、2パターンあって、なので僕は比較的楽曲に合うマイクを選びます。なので絶対に2本同時に立てて、お客さんも、お客さんというかディレクターとか、本人にも聞かせて、みんなでどれがいいっていうのを決めます。自分一人で正直決めない。やっぱりその自分が思ってるこの人の声と歌ってる本人が自分の頭の中でとか自分の耳で聞こえてる声と、またディレクターが思ってる、プロデューサーが思ってるこの人のいいところ、いい声の成分がちゃんと取れてるマイクをみんなで選ぶべきだと思ってて、基本的にこれが絶対いいとか絶対に言わないです。もうこれが最高なんですっていうマイクは世の中には存在しなくて、最悪もう57でもその人の良さが出てれば 5% でもいい。そういう時もあります。正直 5% で取ることだって、もうハンドがいいって言われたらもう 5% で取る。動きながら取りたいっていうのもあるので、まず一人で決めないこと、みんなでいいところをやる。でその時に例えばA メロとサビで分けますかとか、そういうことはやっぱしない。マイクを分けたりは基本的にはしないですね。一本の
一つのマイクで最初から最後まで撮ります。でその時にだから僕は、ブルーのボトルとボック251がよく採用になる。でさらに、もう一個ちょっと変わり種ではこのロシアのソユーズっていうこっちはね FET です。真空管入ってないやつ17かなだったかな。でさっきのボックとブルーは真空管が入ってます。はい、マイクの中にね真空管で、これは比較的なバラードとかちょっとスローテンポなやつの時に使うことが多いかな。前はねゲッフェルのね UM92 とかヴィンテージ系も持ってたんですけど、それは、中身は47みたいなやつがあったんですけど、それはね売っちゃいましたね。なんでかっていうと、ゲッフェルは僕がもう専門学生時代に最初に使った真空管マイクだったんですよ。ICC スタジオって僕の専門学校東京スクール・オブ・ミュージック葛西の中にあった ICC スタジオで唯一それだけがあって、それで育ったんでいつか独立したらこれを買うぞって決めてて買ったマイクなんですけど、なんかヴィンテージっぽい質感が欲しい時はやっぱりそれを使ってたんですが、だんだんそのハイ解像度高ビットになってきて、そのね SN が気になるようになっちゃったんですよ、古いマイクのサーとか G っていう。それで僕は比較的新しいマイクの復刻版っていう方を SNE マイクを選ぶようになりました。はい、なので本当はね例えばアジカン撮る時はゴッチさんがレッドとか持ってるんでチャンドラーのとかそういうのも借りたりするし 800G もあるし、そのスタジオあと149か M149 ノイマンの M149 とかを、スタジオにあるものと自分のものっていうのを組み合わせてやることももちろんあります。だから何が欲しいかと言われたら、149とレッドは持っときたいなと 800G とか持っときたいなと思うけど、幸い一緒にやる人たちは結構持ってたりするんで買わずに済んでます。もう高いからね100万もう170万とか150万とかするし、実際テレフンケの251のそのテレフンケ USA が作ってるテレフンケってヨーロッパの会社ドイツの会社だったんだけど、今 USA の方が復刻してて、それの251とかも多分宮地楽器が大体だけど140万170万ぐらいになってると思うんですね。僕が青葉台にそれあったけど、その時多分ね70万ぐらいだったね。まだ民主党政権下でドルが70何円の時に青葉台の時買ったから、あれ本当いい買い物だったな。でもそれが欲しくて、オリジナルの251もいっぱい聞いたことあります。庄司さんが持ってるやつとか、井上うにさんが持ってるやつ、牧野さんが持ってるやつ、プロデューサーさん寺岡義さんが持ってるやつとか、いろんな251を聞いて、良くも悪くも個体差がある。だからこの251が絶対いいっていうのは結構ちょっとギャンブルで、オリジナルのね、しかも多分オリジナルの251多分すごい値段だと300超えるんじゃないかな。もう世界一高いマイクがテレフンケの251でその次は47かな、ノイマンの47、テレフンケの47もあるけど、で正直その辺欲しいけど、やっぱり当たり外れがあるヴィンテージ、自分で音聞いて買えるんだったらいいけど、どうしてもその海外とかが買ったりすると音聞けないから、C12 とかもそうかなので欲しいけどちょっとギャンブルなんで、僕は買わないで復刻の中で好きなやつを買うようにしてます。当時だったらボック251とアプトンの251とかいろいろワンダー王女がいろいろあったんですけど、僕はこのボックが一番ちょっと自分が思い描いてる251に近かった。ちょっと範囲がないっていう人もいるかもしれないですけど、アプトンとかよりでもなんか中域の情報量、中低域の情報量が一番多いので好きで、このボック251はとても気に入ってますね。一曲の中でマイク変えないって言ってたじゃないですか。例えばちょっとこうエフェクトっぽいやつ、エフェクトっぽいする時とかは。オッケーオッケー。今ちょっと質問があったんだけど、エフェクトっぽい処理をするボーカルの箇所あるラジオボイスとか、ああいうのはそのマイク変えないんですかって言われたから、その時はごめん変えるわ。要は後で僕は後で EQ するとか後でエフェクトをかけるのがすごく苦手なタイプのエンジニアで、もうその音で撮りたい、なるべくその時自分がイメージしてる音で撮り切りたいので、前紹介したコッパーフォンとか、例えばもうギターアンプにそのままゴッパを突っ込んでそれをマイクで拾って両方拾って混ぜるとかっていうのはめちゃくちゃやります。だからこれ言うとねちょっとねお前何様だってなるんだけど、もうラジオボイス禁止だから俺ラジオボイスをミックスで言うの禁止
分かる。だから絶対にその時にこれはラジオボイスなんですって言われたらラジオボイスとか、アンプボイスギターアンプボイスとかで撮ります。はい。その歪ませて撮るものなのかなんだろうな、ラジオボイスですけど大体ほとんどねラジオボイスじゃないんですよ。歪んでるだけなんだったりするから、大体ギターアンプでそれもなんかマーシャル系の歪みなのかフェンダー系の歪みなのか分かんないから一緒に撮ったり、前そのソングバーズっていうバンドをプロデュースしてる時は、ビートルズにちょっとオマージュリスペクトしてるバンドだったんで、もうその当時はそういうなんていうの後で何とかするってなかったから、だからもうその場でもう全部歪ませてショートディレイとかもかけて撮ってましたね、アンプから出して。さすがに別部屋なんだけど、だから例えばそのさっき言ったボックに、コッパーフォンここに入れて両方撮ってることはよくある。実はごめんそれは言ってなかったね。だからもう一個マイクを足してわざと質感をうわって変えたやつを撮っといて、そういうのをミックス具合でやるのはあります。多分コッパーフォンとかでノラ・ジョーンズとかも使ってたんですけど、そこでこう明るさ出したりするから、それはねターンテーブルフィルムズっていうバンドのアルバムでヨウさんとはもうずっとそういう撮り方してた。メインマイクプラスエフェクトマイク、だいたい声を加工するので、それのブレンド感を聞きながらやっぱ歌わないと滑舌の感じが変わっちゃうから、歪んだらより滑舌よく歌わないと本当にあったくなくなっちゃうから、そういうなるべく完成形を聞きながら、やってもらうっていうのは、そのギターで僕がディレイをかけない、後で普天8分くださいとか、いやそれ取りん時言ってねみたいなのあるんで、ドラムをここで歪ませるんだったらそこは歪んだドラムを取る、でそのエフェクト部分は要は休みになるから、仮で取ったやつをとりあえず置いといて、その部分は歌わずに次の例えば B メロの A メロが歪んでんだったら B メロの頭から歌い出せばいいので、そういう風にやってますね。だからどうしてももう絶対に例えばフランジャーとかトレモロとかは再現できないから、トレモロはボックスのアンプでできるか、でもフランジャーはなかなか難しいんで、そういうのはちょっと別だけど、なるべくその時処理できるものは絶対にその処理をします。いい質問。次マイクプリ、これのセレクトが大事です。今ちょっといつも歌で使ってるこう持ってきたんですけど、フォーカスライトの ISA110、これは復刻シリーズなんだけど、復刻で今売ってないよ、昔一回復刻されたフォーカスライトの卓、今だとジャイブとクレッセントスタジオにあるんですけど、そこからチャンネルとして抜き出したやつっていう言い方でいいのかな。抜き出しではない、抜き出したやつをなんかラックにしたみたいな、なんて言えばいいんだろう、ちょっと分かんないけど、卓に入ったやつではない、それをこう一流として独立させたっていう感じで、それでもう一個がアメックの9098、これもコンソールの9098シリーズとか昔 NHK のスタジオに入ってたんだけど、日本で唯一、今はね API に関わっちゃったからないんだけど、この9098を使えます。つまり両方ともルパートニーブですねがさんが作ったやつですね。でさらに一番上が5025、これもうルパートニーブです。これ確かね世界150台限定か300台限定で生産するっつって予約したんだけど、なんか今や普通に作ってるからあれってちょっと思っちゃってるんだけど、これがシルクスイッチもあるし、音色つけやすいし VU もあるのでレベル感も取りやすいっていうのがあって、ただじゃあこの中で何を一番使うかっていうと、僕はフォーカスライトのこの ISA110 がスタートです。これを基準にどうしたいか、重心を上げて明るく撮りたいか下げたいかとか、ちょっと倍音入れたいかみたいなので決めます。であと上が比較的ちょっと最近じゃない3年前ぐらい買ったんですけど GML の8304、ジョージ・マッセンバーグですねの8304、これもね専門学校時代からこれ使ってたんです。これね4ちゃんモデルのうちの2ちゃんしか入ってないやつなんですけど、8302かこれは。だからこっちは比較的ナチュラルな色付けのない方かな。で青葉台でも GML が使ってて、で青葉台はね逆にフォーカスライトの110はなくて115っていうのがあったんですけど、それはちょっとねガリが多くて使いづらくていいマイクプリなんですけど、ちょっと個人で管理するのは大変だから僕は110を使ってたりしますね。でGML は学生の時はだから青葉台の時は
GML と CL1B コンプチューブテックのがもうスタートで、こっからどうするかっていう風になります。でちょっと持ってきてないんですけど、コンプ向こうのスタジオにはが普段コントロールルームなんで、まあウェスオーディオのベータ76、つまり1176系ですねと、1176AE ユニバーサルオーディオの AE があって、でこれが76系で、さらに LA2 になるその610っていうマイクプリのコンプ部分だけ使うみたいなのが、 LA2 が欲しい時は真空管の感じが欲しい時はそれ使って、であと LS3 があります。だから 76LA2LA3 でさらに176という、まあフェアチャイルド系と真空管で全部制御している176っていうのがあって、大体これがね、あとはもう DBX とかなんで DBX は歌で使うことはないです。正直 VCA 系をとか33609系を歌で使うことは正直ない。でこれ何を基準に選んでいるかというと、正直リリース、アタックもあるけどリリースで決めてます。楽曲のスピード感に合うリリースで戻ってくる。バラードだったら LA2 とかいけるし、ちょっとアップテンポだったら76の方がコントロールしやすいし、まあちょっと真空管っぽいちょっとスローなミディアム系とか太く取りたい時は176使ったりとか。だからマイクが真空管で、マイクプリ真空管はね僕あんまやらない実は。でコンプが真空管みたいなあるけど、もうどうしても時代感出したかったらその610かな、ユニバーサルオーディオの部分のマイクプリも使えるんで、それはやりますね。だからそうすると50年代みたいな質感になって、で、まあ、選べばねギターのマイクプリで500シリーズがブワーって API から何から何までチャンドラーからニーブからあるんですけど、そういうのは、ね、あんまり使わない。で逆にそのよく言われる1073とか1081とかは僕は歌には使わないですね。オールドニーブはね使わないです。一応持ってんだけど、1081のラッキングから抜いたやつ持ってるけど、やっぱちょっとね歪みっぽさがちょっと自分的には気になって、なんかマイクプリで歪みっぽさを出したいわけじゃないから、僕は正直使わないです。はい。よほどもうこれだって狙わない限り、まあそれでルパートニームの502を出た時にこれだったら今風に合うなと思って、自分で歪み上テクスチャでこう増やせるから混ぜれるから、そっちで作っちゃうっていう風な感じかな。もともとここに本当オールドニーブが入ってたの昔は。なんだけど使わなくなって、で8も持ってないし僕だから、でアメックとあれですね110でずっとやってるから、で GML が最近増えて、まあ、ただもしこの先何かをやろうと思ったら、まあ、ミレニアとか、グレースのナチュラル系のマイクプリセットも作りたいなっていうのもあるけど、それやってるとねそのエンジニアの都合で何回も何回もマイクプリの設定とかで喉を疲弊させちゃダメだから、もう速攻で決める。もう通して歌う必要ないし、 A メロサビだけ歌って、あくまでもミュージシャンのウォーミングアップ最中に決めらないといけないので、マイクとかコンプのセレクトでもう一回っていうのはナンセンスです。だから歌取りっていうのはもう喉っていうのは消耗品だから、その日歌える数がどんなに頑張ってもね大体8回ぐらいが限界で、ピークはね5回目ぐらいに来るから、そこに合わせて、でもその前の素材もいいものをつなぎ合わせるから、その5回目に狙ってちゃんと設定を決めるではなく、もうテイク0からで勝負をかけなきゃいけないので、逆に言うとテイク0でもうすごいテイク出してくるボーカルさんもいっぱいいるんですよ。でそういう人たちってもうね一切試せない。マイク何するとか言えない。もう最初からすごいから、それを逃したらもうエンジニアとして失格だから、コンプも設定も全部アーティストごとにメモってある。でこの人はこのレベルでこのマイクって決めてる人もたくさんいるし、僕もそういう取り方をする時はある。だからなんかマイクプリを選ばせてくださいとかマイクを選ばせてくださいっていうのは事前にアーティストに共有しておかないと、アーティストはもうその時命がけで歌ってる可能性もあるし、その時に本当にもうものすごいテイクが出ちゃって二度とそれをできないっていうこともあるんで、人間なんでね。なので、そこの意思疎通はちゃんとディレクターとかアーティストをした上でボーカル取りに
臨むというのがまず大事です。ギターとかって何回弾いても大体同じ音出るんだけど、ドラムもそうなんだけど、やっぱ筋肉使ったり声帯使ったりするやつは、一発勝負なので、これをうまく取れるようになるには機材の知識とかレベル感とか、そのモニターの環境とかいろんなものが左右されるので、その経験値はとても大事でございます。だからもし本当にこういうのを学びたいんだったら、ちゃんとそういう日を作ってください。例えば仮歌っていうのが絶対あって、本ちゃんの前に一回歌うとか、そういう時に試してセッティング決めて、次の日朝から一発目、昼から一発目臨むとかっていうようなやり方をすると最初の時はいいかな。で、ちょっと佐藤からも相談のあったコーラス取りを、プロの現場だとコーラスがその可能性があると思うんですけど、そのアーティストが自分で卓録で声を取るっていうことがありますか？すごいある。その時のなんかこういうことを伝えているとか、そういうのを聞きたいな。とてもいい質問で、アーティストのデモがそのまま採用になることもすごい増えてます、昨今。特にウーアーとか歌詞のないもの、フーとかウーとか、そういうのをこう歌取りの最中にやってると喉疲弊するじゃん。だからそういうのはもうそのままデモのクオリティが良ければそのまま使っちゃうとか、デモも混ぜちゃうっていうことよくあったり、でも地ハモと呼ばれる歌詞がついてるやつは、その時使った本ちゃんの歌とデモのやつとタイミングとニュアンスがずれるので、これは本ちゃんの OK テイクが決まった後にもう一回歌います。それ地ハモ系っていうんだけど、日本だけだけどね、地ハモっていうのは文字の字にハモで地ハモなんだけど、地ハモはその時取るんだけど、地ハモと関係ないやつはデモが OK になることもあるし、じゃあこれ予算ないとか時間がない時はこれじゃあ卓録取ってきてとか、もうちょっとなんかハーモニーをそれ考えたいんだったら家でやってきた方が逆にお互い予算的にも効率的にもいいよっていうことなので、そういう時はマイクを結構貸します。かといってさっきみたいなこんな100万みたいなマイクを貸せないので、真空管のマイクの扱い方とか分かんないから、なのでそういう時は、この間も紹介したですね、シミュレートマイクがとても役に立つ。これこの間タウンセントね、今ユニバーサルオーディオの LX か DLX みたいな名前だったんですけど、あとスレートデジタルの名前何だったっけな、忘れちゃったな、 VMS だったかな、なんかあります。これをで取っとけば後でどういうマイクに合うか、47なのか251なのか、251で合わせたかったら251にすればいいしっていうのがあるので、すごく重宝してて、ニコルズとかもタウンセント買ってくれたかな、健太さんが。でそれで取ってくれば後でこっちで選べるし、ちょっと正直ちょっと雑な使い方しても、最悪壊れても代わりも効くし替えも効くというかっていうのでよくやりますね。でこっちは後でネイティブで変えるんですけど、こっちはもう取りながら DSP でマイクを選べたりするんで、それも重宝してますね。なのであえてハモをでマイクを変えるか変えないかっていうのも一つエンジニアのスキルで、大体変えない人が多いけど、例えばメンバーがコーラスするパターンってあるじゃん。本人がそのまま歌えばマイクはさっきの設定でいいんだけど、違うメンバーが歌を歌うってパターンはレベル感も違うし合うマイクも違うので、そういう時にまたマイクを選ぶ時間がかかる。でもハモだからそんなにそこに時間も努力も先にないってなった時に、こういうタウンセントとかはすごく便利ですね。あと、今は僕はほとんどないけど、アイドルものの5人ぐらいとか、ボーカルグループとかのダンスグループとかの5人とか7人が歌う時って、どうしても日本だと87、これも一つの手なんですけど、87にして全部同じマイクで撮って後で質感を整えるっていうパターンと、もう最初からこの子にはこれが合うのでこれを用意するってパターンとあって、僕はどちらかというとその人の声の個性を伸ばしたいっていう方のタイプなので、3本ぐらい立てといて部屋の中に、でこっち歌って次こっち歌って、じゃあこのマイクでいこうとかっていうのをやったりしてるかな。だからハモの時はあえて違うマイクにするっていうのも、メンバーが変わる時は違うマイクにするっていうのはざらにある。そういう時にブルーのボトルっていうのがカプセルを変える時間だけなんで、ごめんちょっと違ったってパッて変えればすぐ終わるから楽なんですよ。これをレッドとか 800G やってると温めなきゃいけない、真空管だから温まるまで時間かかるし、安定するにも時間かかるから、そこでFET っていうのは意外と
すぐ同じ音になるんで重宝するかな。だから真空管のマイクプリとかもねやっぱり温めとかなきゃいけないから、そこら辺の、時間との戦い、消耗戦なんで、声との消耗戦との戦いを一番大事にする。だから最悪その機材いい音で撮ることとベストパフォーマンスを撮ること、どっちが優先かって言ったらベストパフォーマンスを撮る方なんですよ。なのでそこをこうエンジニアとしては間違えちゃいけないっていうのがあります。はい、ざっくりマイクボーカル撮りはそういう感じで機材的にはやってて、あとはディレクションを誰がするかっていう問題とか、僕の場合は歌詞1テイクに歌詞を1枚絶対歌詞カード使うみたいな、ちょっとエコじゃないけどやったりするし、あと8回ぐらい撮った中で一番いいやつを自分でセレクトすることが多いし、よく部分で歌うA メロ歌って B メロ歌ってサビ歌ってっていうやり方をする人も昨今多いんですけど、僕はもう比較的最初から最後まで絶対歌ってねっていうタイプです。でどうしても歌えない時はもう途中で止めてちょっと巻き戻しして、巻き戻しって言わないけど、でそのまま一回こう集中力を切らさずに一回絶対に最後までいく。大体最低でもワンコーラスは絶対やっぱ流れっていうのがあるから、ワンコーラスは歌ってもらって、ですぐ 2A でへばるんだったら一回止めてサビから出して、そうすると休憩時間が長くなるじゃん。16小節とかプラスされるから、その間に休んでるけど曲のモードからは一回リセットされないようにしてやるので、でも基本的にはレコーディングで通して歌えなかったらライブも歌えないからライブでは絶対通して歌うし、最初から最後まで歌うから、そういう喉の使い方とかその喉の体力とかペース配分をレコーディングの時に覚えるしかないと思っているので、僕は自分でディレクションすることが多いからこそなんですけど、僕は最初から最後まで歌ってもらうことはもう20年間変えずにやってますね。でもこれも全てプロデューサーさんとかが決めるし、アーティストが納得した上でやってもらうことなので、ちゃんとそのコミュニケーションが何より大事でございます。はい、歌取りのやり方はガチでやったら結構な物量だから、そういうのはセミナーでやれよっていうぐらいな感じなんで、みんないろんな秘伝のタレがあるのでレシピがね、いつか話す時が来たら話したいなと思います。はい、こんな感じでボーカル機材変革を終わりたいと思います。ありがとうございました。